こんにちは、人生学校です。10分でわかる本のまとめ。今回は全部実験で確かめた宇宙にたった一つの神様の仕組みを紹介していきます。今日の動画はすごいですよ。この動画1本に人生学校の全てを込めました。有料級です。ぶっちゃけ量子力学や波動、今まで誰も気がつかなかった本質がはっきりと書かれています。真の経済的な豊かさ、真の人間関係など、全てを手に入れるためにどうしたらいいか。究極の真理を一言で言うと、それは圧を上げる。あなたの圧を上げるだけでいいんです。圧が高くなると空気中に存在している無限エネルギーが引き込まれるんです。そして一番簡単なのは3つの方法で圧の高い人とただ触れていればよかったんです。ちなみに神様の仕組みといっても宗教ではなく現実世界の話です。著者の飯島先生はこの真理を使って水や空気でプロペラを回したり実際に使えるようにした真理の体現者でもあるんです。後ほど動画内で証拠映像を紹介しますね。さらに放射能で汚染された土壌をほんの数時間でほぼ無害化したり、現代の科学では解明されていないようなとんでもない技術を実現されているガチですごい技術者です。ちなみにもちろん今までの学問では全く成り立たない常識を覆した実験結果ばかりです。では早速究極の目次からいきましょう。圧を高めると目に見えない世界で何が起こる？宇宙の仕組みはただ一つ。圧を上げると洗浄作用が高まる。圧を上げた環境では悪玉菌は存在できない。発酵という奇跡。真理に沿って生きる方法。圧を高くする3つの方法。圧のレベルを格段に上げる人類最強の方法。それぞれ簡単に見ていきましょう。圧を高めると目に見えない世界で何が起こる？これが現代量子力学の常識を超える宇宙や波動の本質中の本質で原理原則です。何かというと、それは圧を高めるとエネルギーが引き込まれるです。エネルギーが引き込まれる。つまりエネルギーは圧の低いところから高いところに流れるんです。量子力学の世界では解明できていない不思議な現象が多くありますが、この圧を高めるとエネルギーが引き込まれるという現象は現代物理学では聞いたことがありません。物理学の世界ではあまりにも有名なエネルギー保存の法則の根底が崩れてしまうのです。飯島先生はこの現代物理学の常識を根底から覆す実験結果を実際にいくつも出しているんです。証拠映像を3つだけ掲載しておきます。この法則を使って水でプロペラが回っている映像です。飯島先生曰く水も全てが電気なので端子を工夫すれば電気を集めることができるのだそうです。でこのモーター特殊なもんじゃなくホームセンターで売ってるもんなんです。回ってるの見えますか？次にこれは空気中でもプロペラが回っている映像です。外出しても回ってます。これは何かというと空気で拾ってるんです。空気中の電気を集めているだけと言います。そういえば雷はまさに空気中から電気を集めていますよね。次に今までの航空力学では考えられない動きをする飯島先生開発の飛行機です。まるで蝶々のような動きです。ちなみに人生学校は飯島先生の CD やグッズなども複数購入させていただいて10年ほど実験した結果、これは真理だと感じた一人です。宇宙の仕組みはただ一つ。結論から言うと常にゼロに戻すです。言い換えると常に中性、つまりニュートラルに戻すんですね。量子力学で有名な量子もつれという現象も片方が決まった瞬間に逆の要素が瞬時に確定するという話があります。例えばこれとかって全て両方セットになっていますよね。生まれて死ぬ、酸性とアルカリ性、光と影、成功と失敗、正と負、男性と女性、マイナスとプラス、緊張と弛緩。この世は全てが表裏がセットでバランスを取るようにできているのかもしれません。だからこそマイナスに傾いたらプラスの作用が働いてゼロに戻す。
プラスに傾いたらマイナスが働いてゼロに戻す。これをバランスよく繰り返すというのが宇宙の法則と言えそうです。圧を上げると洗浄作用が高まる。最近こんな宣伝見たことありませんか？自宅のシャワーヘッドを取り替えるとミスト状になって手に描いた油性のマジックペンが水圧だけで溶けて綺麗になる。これがまさに圧を高めると洗浄能力が高まるです。人生学校は飯島先生の会社の圧を高める機械を実際に買って10年ほど試してみたんですよね。するとカレーライスくらいの油ならお皿をこすらなくても水だけで綺麗になります。ちなみに内部構造で圧をかけているだけです。フィルターがないのでフィルターの交換も必要ありません。次に少し視野を広げてみましょう。海の水が腐らない理由は何だと思いますか？それは大気圧より海水圧が高いからです。海水圧の方が高いと大気中から海にエネルギーが引き込まれるのでエネルギーのある水となって腐らないというわけです。もし地球に潮の満ち引きがなかったら海の水は腐ってしまう可能性があります。現にバケツに海水を入れて地上に置いておくと海水は腐ってしまいます。温まって空気圧より低くなってエネルギーが抜けてしまうというわけです。他にも台風は天の災い、つまり天災ではなく自然の浄化作用ということになります。台風が発生する、大雨が降るというのは圧を使って自然の大掃除をしてくれているんですね。大きな台風が来るということはそれだけ大掃除が必要なくらい地球が汚れてしまっていると考えられるわけです。人間が下痢をするのは体の大掃除で決して体調が悪いのではなく正常に働いているからこそお腹を下すのです。高熱が出るのも同じで血流を良くして圧を上げて免疫力を高めて不要な菌などを掃除するための自然な働きなわけです。そしてあなたの心臓自体、海の潮の満ち引きと同じように圧をかけては緩み、圧をかけては緩みの繰り返しです。心臓の動きが鈍ってしまうと血の圧、つまり血圧を上げられなくなってしまって血液は腐ってしまいます。そういえば高血圧の人はエネルギッシュな人が多いような気がしますよね。圧を上げた環境では悪玉菌は存在できない。圧が高い環境では悪玉菌は存在できません。この世のサイクルはたった2つです。放出サイクルと吸引サイクルです。放出サイクルは圧が周りより低いためエネルギーが抜けて物を分解するサイクルです。これを異常サイクルと呼んだり悪玉菌と呼びます。吸引サイクルは圧が周りより高いためエネルギーが引き込まれて物質として作り上げていくサイクルです。これを正常サイクルと呼んだり善玉菌と呼びます。例えば24時間風呂は悪玉菌が増えてダメだと言われたりしますが、空気圧より高い圧になるようにお風呂を作ると悪玉菌は発生しないのです。発酵という奇跡、この宇宙すべての営みは発酵でできていると飯島先生は言います。発酵なくして物質界は存在しないんです。ちなみに発酵させると放射性物質ですら短時間で消えてしまいます。放射能って何百年も残るって言いますよね。ですが永久に残るわけではありません。これってどういうことかというと、時間はかかりますが自然に浄化作用が働いて放射能ですら徐々に浄化されていくのです。ですが圧をかけて発酵させてしまうと短時間でセシウム、ダイオキシン、重金属など汚染物質はたちまち減ってしまうという現象が起こるんですね。飯島先生は実際に放射能に汚染された土壌を短時間で洗浄して数値が減っている結果を公開されているんですね。これは人生学校の記憶ですが、原爆で被爆された方が味噌汁と玄米食だったかと思いますが、発酵食品を食べていたらケロイドも良くなって眉毛も髪の毛も生えてきたと聞いたことがありました。発酵食品が体にいいのは正常サイクルの食品だからと言えそうです。ちなみに梅干しを作るときに重しを乗せるのは圧をかけるためなんですね。すると空気中からエネルギーを引き込むことになって発酵はするけど腐らないということになるわけです。ちなみに発酵の条件はシンプルで有機物と無機物、例えば梅干しと塩などですね。これらはプラス系とマイナス系とも言い換えられます。
これらを混ぜて圧をかけるです。プラスとマイナスにはギャップが存在しています。宇宙の力は常に中性、つまりニュートラルに戻そうと働きます。そこに圧をかけるとエネルギーを引き込んで物質が変化するのです。真理に沿って生きる方法。真理に沿って神様の仕組みにそのまんま乗るような生き方をするにはどうしたらいいかというと、それは全我で生きるです。全我とはすべては一つという意識ですね。つまり We are all one 須藤元気さんです。つまり私は全体の中の一員であって個人的な人ではない。私とあなたは一体なんだという思いから行動をすることが真理に沿った生き方というわけです。自分と他の人は違うんだという分離感とは逆の意識ですね。これが圧の中でも最も大事な意識圧を上げるということなんです。ここで飯島先生の言葉をご紹介させてください。私の本質は私自身の肉体ではなく、この肉体を動かしている生命そのものが真の私なのだという全我の自覚精神での意識圧をかければ具現力、結果は大幅に変化します。個人的意識圧には成功と失敗がついてきますが、全我の意識圧では絶対なる善しか現れてきません。自分の家族、他人の家族、日本人、海外の皆さん、地球規模のことまで意識を広げて分離感を減らしていく。これが意識圧を高めて波動を高めていくシンプルな方法なのかもしれません。自分と自分以外の世界は密接につながっているということが分かってくれば、より自分を大事にして周りをも大事にすることができるはずです。そうすると弱い人に寄り添うといった人間本来の真心や強さと優しさの両方を持ったバランスの良い人間に自然になっていくような気がします。神様の仕組み、つまり真理とは何かというと、宇宙の正常なサイクルのことだったのです。圧を高くする3つの方法。意識圧を上げるには全我で生きるですが、現実的にもっと具体的に自分の圧を上げてエネルギーを上げるにはどうしたらいいんだろうって感じた経験ありませんか？ここでは簡単にすぐ圧を上げられる現実的な方法を3つお伝えします。それは1、本など活字を通じて触れる。2、映像や音声で触れる。3、実際に会ってその空気に触れる。3の実際に会ってその空気に触れることができたら最高ですが、そうでなくても2の音声でしたら繰り返し聞けますので、人生学校は2の方法をめちゃめちゃ推してる派です。耳から潜在意識を変えたり、人生を変えることができるのです。自分が何が好きか、何が得意かを知って、それを実現している理想の圧の高い人を探して、その人に触れる。それだけでいいのです。もし理想の圧の高い人が会いに行ける人の場合は、今すぐ会いに行ける方法を考えてみましょう。圧のレベルを格段に上げる人類最強の方法。これあくまで人生学校の人体実験から出た一つの答えです。圧のレベルを格段に上げる人類最強の方法。それは何かというと、クンバハカです。中村天風先生が残した秘伝の方法です。詳細の説明は省きますが、一言で言うと、始終肛門を締めるです。これ実際に色々実験してみて分かったこと。それは、クンバハカをしたら血流が速くなるです。約20万円の血流スコープをですね、購入して自分の左手の薬指で実験してみたんです。すると明らかにクンバハカをしたら血流が速くなるんですよね。これがその映像です。あくまで人生学校個人の実験結果ですので、一つの参考ですね。もし血流が速くなるとすると、血管内の圧が上がるはずです。圧が高まると空気中のエネルギーが引き込まれる。するとエネルギッシュになるかもしれませんよね。クンバハカについてはこちらの過去動画で詳しく話していますので、興味のある方は覗いてみてくださいね。おまけです。緊張と弛緩を繰り返すのが本質。どうやらこの緊張と弛緩を繰り返すというのが生命を生かすポイントのような気がしてなりません。中村天風先生の安定打座法というものがあります。
これはブザー音と静寂を繰り返し聞く方法です。まさに緊張と弛緩の繰り返しです。もしあなたが今働きすぎて緊張状態が続いているようなら、リラックスタイムを取るようにします。もしあなたがやる気も出ない、やることもないというリラックスしすぎの状態が続いているなら、少し緊張という刺激が入る環境に飛び込んでみるというのが宇宙の法則にのっとった方法かもしれません。人生学校自身は500円くらいの銭湯に20日間ぐらいほぼ毎日行って、熱いお湯と冷水を4往復するというのを実験でやっています。これめちゃめちゃ頭が冴えて、残された同じ1時間を何倍にも使える感覚があります。運動や筋トレなども血流が速くなって圧が上がるでしょうから、同じ原理かもしれません。血流が速いと同じ1時間を効率よく使えるのかもしれないなぁなんて思いましたね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、真理を追求するための本のまとめなど、有益な情報と感じるものだけを厳選して10分程度でわかりやすく約1週間に1本配信しています。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の全部実験で確かめた宇宙にたった一つの神様の仕組み、興味のある場合はすごい本ですので、ぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは圧を上げることでエネルギーを引き込み、理想の人生にすることが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。